では早速やっていきましょう。まずテスラグラッドって何ぞやって方に簡単に説明すると、数年前に即位した暴君の圧政に苦しむとある国が舞台。主人公の父は幼い我が子を母に預けて伊豆古河へと旅立ちます。時は経ち、主人公の家に暴君からの刺客がやってきて裏口から逃げ謎の迷宮に迷い込みます。そこでは磁力を司る道具や数々のアイテムによって奥に進んでいくと色々な謎が分かってきてというお話です。ジャンルとしては探索型のパズルアクションであり、言葉を一切使わずにアニメーションだけで世界観を伝えてきますね。カイトはプレイヤー側に考えさせるゲーム大好きです。磁力を使ったパズル要素が多く、コントローラーを巧みに使わないと一瞬でおだぶつになるのが面白かったです。この難しさがパズルアクションしてるなーってなりますね。ざっくばらんに説明するとこんな感じです。そしてなぜ楽しめたのかというと、ところどころの操作性は歯がゆいのですが、ストーリー性と単純にギミック突破が面白かったんですよね。これがなかったら途中で挫折していました。パズルアクションで探していたら偶然に見つけた作品であり、かなり昔だったので躊躇していたんですけど、全体的なグラフィックもかなり高かったので満足もしていますね。磁力を使ってのパズルアクションはなかなかの斬新さであり、 S 極 N 極の使い分けが難しくて楽しい。そして瞬間移動でのすり抜けやマグネットロッドでのビーム光線などスキルも良かったです。マッピングに多少なりともメトロイドマニア要素もあるので、探索する楽しさもうまく取り入れているなと。通常クリア時間としては8時間ほどであり、収集アイテムの巻物を全て得得してのマルチエンドだと10時間ぐらいでいけました。値段も1500円ほどですので、軽い気持ちでプレイしても十分に楽しめたのがちょっとおすすめ。あとは歯がゆい点をいくつか挙げます。1、パズル要素には全てノーヒント。はじめに言いますが、見て感じろがひしひしと伝わるパズルギミック。磁力を使っての突破が軸になるので、一見見ただけでは意味不明な箇所が多かったんですよね。トライアンドエラーを繰り返しての突破は当たり前なのですが、マジでわけわかんないところ多かったです。磁力を使ってのジャンプからの瞬間移動でのはしごを登った後に、これどないすればええのと30分以上悩んでました。感覚で解ける部分もあるんですけど、シビアすぎるタイミングを求められるのは心を持ってかれそうでした。何回かのミスでちょっとしたヒントを出してくれると助かりましたね。2、主人公の操作性の癖。プレイしていて感じたのは、主人公がかなり滑ります。これが特徴といえば特徴なんですけど、操作性を求められる場所ではいらなかったなと。マジで落下しまくってコントローラー投げそうでした。ソファーにね。次に磁力を使って浮遊ができるんですけど、アップダウン判定が曖昧すぎて勢いで進まないといけない場所がちらほらあって、安定して飛ぶことができないのがステージ泣かせでした。ここがスタイリッシュに操作できたら下馬評はうなぎ登りだったんじゃないかな。3、ボスがめちゃくちゃ強い。前回のグリムライトとは正反対で、一発でも食らうとアウトなのがパズルアクションの基本。これが難易度を大幅に上げていて、ボス戦ではかなりの苦労を強いられました。パターンは一定化していて、攻撃手順はわかるのですが、主人公が滑るの一点張りなので、自分で難易度を高めると言ってても過言ではないぐらいの高難易度。特にここのステージのボスが3段階ぐらい変形するので、初見殺しにはもってこいでした。マジで発狂したっすね。ラスボスに関しては言う場でもなくタイミングゲーなので、かなりの精神力が必要でした。最後にまとめになるんですが、パズルアクション好きな方はプレイしていて損はないです。1500円という値段の割にはボリュームが結構あるのと、アニメーションタッチのキャラクターは非常に可愛らしいのがテスラグラッド。よかったら皆さんもぜひプレイしてみてください。パズルギミックやボスの強さよりも主人公の操作性にイラつくことの方が多いかもしれませんよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。